それでは1番をお選びいただいた方のリーディングを行っていきます。今回のテーマは、モテ人来たり。今から半年間、私にアプローチしてくる人はいますか？もしいるのであれば、お相手はどのように動いてくるのか、そしてどんな出会い方をするのか。今回は、あなたがアプローチを受ける側として半年間どんな出会いがあるのかというのを見ていきます。よろしくお願いします。はい、では見ていきましょう。今回タロットカードで半年間の出会い運を見ていきます。はい、ではよろしくお願いします。病み上がりでまだ多少鼻声になっているところもあるかもしれません。お聞き苦しかったらご申し訳ありません。ご了承ください。まず1ヶ月おきに出会い運見ていきます。1番さんの出会い運ですね。はい、まず1ヶ月後、2ヶ月後、はい、3ヶ月後、はい、4ヶ月後、5ヶ月後、はい、6ヶ月後です。タロットカードすべて正位置採用です。そしてその後ね、お相手が、この半年間の間ね、お相手というか新しい相手かもしれないし、もうすでに知ってる方かもしれませんが、どんなアプローチを受けるのか、または何事もないというね、そんな月もあるかもしれません。相手の動きということで、見ていきましょう。はい、ここまで出しています。そしてあとはですね、もう一回タロットカードをシャッフルしていきます。もう一度シャッフルしていって、今度はあなた側ですね。あなた側がどのように心構えをしておけばいいのかとか、どんなお返事をすればいいのかとか、その時のあなたの状況、お気持ちっていうところを見ていって、アドバイスそれぞれもらっていこうと思います。はい、ここまでもらっていきます。では最初にめくっていって、また後から追加でカードを出していきます。まず最初の3ヶ月見ていきましょう。はい、では1ヶ月目です。1ヶ月目出会い運が、まずそれ自体がペンタクル4番。そしてこれが向こうからの動きということで、新しい出会い、もしくはもうすでに知り合っている方、どなたかであなたにアプローチしてくる人、どんな動きなのか、ワンドの9ですね。はい。そしてあなた側のアドバイスというか、その時のあなたの状況やお気持ちとかについても見ています。で、ソードの4番。出ています。1ヶ月以内っていうところだと、そのお相手だったり、新しい出会いっていうところに対しては、向こう側が準備しているような感じがするので、じゃあこの1ヶ月以内に動きがあるのかって言ったら、パッとすぐには動きがなさそうっていうのがあります。あなたの状況を伺っていたりとか、動こうと思ったら動ける。そしてあなたの隠れファンというか、
内心好きだなって思ってる人がいると思うんですね。だけどその思いを秘めたままっていう感じで1ヶ月流れていくんじゃないかと思います。なので新しい出会いというか、前々からあなたを知っている、お互い知っている関係性で思いを秘めているんじゃないかなっていうのが出てきていますね。なんかX デーを決めてその日までにはっていう感じで計画を立てているようなところもあるんじゃないかと思うんですね。そしてなぜその子のお相手がその気を伺っているのかって言ったら、あなたの方が停止状態なんですね。一時停止のカードが入っています。あなたの方では今恋愛お休みしたいなとか、体調を崩されている方もいるかもしれません。この1ヶ月間の間ですね。そしてなかなか自分で新しい出会いに目が向かないとか、そうですね、恋愛に対してもまだこの時じゃないのかなっていう感じで、あなたの方が止まっているんです。恋愛に対してストップ状態なので、いろいろ理由があるかもしれません。ですが、そのストップ状態のあなたをちゃんと見ているっていうのが入ってきています。なので、この1ヶ月っていうのは、アプローチを受けるというよりは、もともとつながりのある方の中にあなたのことが好きな人がいるんじゃないかと。そしてその方は今月というか1ヶ月以内ね、は動いてこないんじゃないかなっていうのがあります。出会い総合的に出しているこのカード、ペンタクル4番なので、もうすでに大切なものがあなたの中にもあるし、すでに知り合っている人の中で絆を確かめ合えるような関係性の方がすでにいるんじゃないかな。新しい出会いが入ってくるというよりはね、今あるこのご縁を大切に育んでいく時っていうのが出てきています。あなたの方でも大きな、波を今は生み出したくないのかなっていうところが出てきているので、自分からアタックするっていうこともなく、そしてまだ平行線というかね、穏やかに過ごしていきたいようなお気持ち、状態っていうのが出てきています。理由はいろいろあると思いますよ。今休みたいんだよねっていう人もいるだろうし、体調を崩していて、今ちょっとね、恋愛は今月ちょっと苦しいかなとかね、デートに割く時間がないかなとか、そういう方もいるかもしれませんね。はい。そこでもし、新しい出会いが欲しいっていう方は、今自分の中で抱えているものの中から、整理整頓していく時が必要なんじゃないかなとは出てきています。もちろん自分の心身のバランスを整えることもそうだし、あとは人間関係において、今あなたの中で十分ご縁がある状態なんですね。で、そこでプラス新しいご縁を手繰り寄せたいという方は、今一度人間関係の見直しをして、どこかで自分の中で空きを作らないと、そこに新しいご縁っていうのが入ってこないような、今満タンの状態です。はい。ですが、あなたの方で新しい出会いをじゃあ求めてるのかと言ったら、新しい風を今自分の中に取り込む余裕がないような、そんな感じがします。なので、新しい出会いが欲しいなっていう方は、今一度自分の心身のバランスだったり、受け皿、どれぐらい受け入れられるのか、新しいご縁を受け止めていけるのか、どれぐらい余裕があるのかっていうところを見てみてください。そのように出てきていました。では次、2ヶ月目見ていきましょう。2ヶ月目こちらですね。1ヶ月目少しまとめていきます。はい、2ヶ月目の出会いそのものとしては、強行のカードが出てきています。良いご縁だったりとか、新しいつながりっていうのも出てくるかもしれません。人からの紹介っていう可能性が高いです。では、この時期に、新しい出会い、もしくはあなたにアプローチしてくる人の動きとしては、ワンドのページ3です。はい、いいですね。もしかしたらね、引き続き同じ方かもしれません。1ヶ月目と。そしてあなたの状態、お気持ちっていうところで力のカード入っています。いいですね。2ヶ月目、いいご縁があるんじゃないかなっていう期待大です。向こうの方からも動きがあるかもしれませんね。そうだな、どちらかというとね、あなたもこちらのね、お相手側も2人が自然と寄り添っていくような、そんな程よい距離感とか心地の良い距離感っていうのが感じられます。あなたの方からも動きがあるんじゃないかなっていうのが出てきているので、新しいご縁があったとしても、
なんとなくね、自然と2人が寄り添っていけるような、ちょっと連絡してみようかなってお互い気軽にやり取りできるような、自然体でやっていけるような、そのような出会い、ご縁っていうのが出てきそう。年下の方かもしれませんね、お相手の方が。ただ、とてもエネルギッシュです。なので、この方からのアタックっていうのもあるでしょう。友人を介しての紹介っていうのもありそうです。かなりポジティブな方ですし、新しい出会いっていう可能性もあります。1ヶ月目から引き続き続いている方っていう可能性もありますしね、新しい出会いの方っていう可能性もあります。はい、これからワクワクしていけるような、お互いが、将来というか近い未来お付き合いしていきたいなって思えるような、温かいような2ヶ月目っていうのが出てきていますね。出会い運そのものは人の紹介、仲介してくれるような人がいるんじゃないかなっていうのがありますね。またはマッチングアプリだったりとかね、どうでしょう、マチコンとかは今あるんでしょうか。そのようなイベント、出会い系のね、人が集まるような、デートできるようなイベントごとに参加するっていうことになるかもしれません。2ヶ月目のあなたの状態っていうのがとても落ち着いていて穏やかで緩やかに流れていますので、いいんじゃないかなと思います。はい。では次、3ヶ月目見ていきましょう。ちょっとね、カードを少しずつ寄せていきますね。3ヶ月目の流れを見ていきます。3ヶ月目はこちらですね。このカードです。で、4、5、6で来るので3ヶ月目見ていきます。はい、出会い運はペンタクル9です。素晴らしい。3ヶ月目。今見ていて、だんだんと右肩上がりに良くなってるというのがわかります。集大成とも言えるかもしれないし、そうですね。もしこの1ヶ月目の時にあなたのことを密かに思っている人がいるのであれば、この方ずっと思い続けている可能性もあるし、あと出会いで見ているので、あなたがもし出会いに向けて種まきをしているような状態であれば、ここで収穫が得られるんじゃないかなっていうのがあります。はい、それはこの2ヶ月目から続いてのね、ご縁かもしれませんし、お相手の動き、カップの9が入っています。この時期に告白っていう可能性が高いんじゃないかな。お相手とても満たされていて満足、自分の願いを叶えるために動いてくるっていうね、これお相手側の動きなので、でこの時期に出会った方っていうのも一気にあなたとぐっと距離が近づくような方なんじゃないかなと思いますし、あなたのタイプの方の可能性も高いです。はい、新しく出会う方、もしくはね、ずっと思い続けてきた方はここで告白っていう流れが出てきています。ではあなたの心境だったり状況っていうところでペンタクルナイト、この方と誠実なお付き合いをしていきたいって思えるような、あなたも、このお相手からの告白を受けるんじゃないかな。嫌じゃないと思うんですよね。ここかなり素晴らしい展開になると思いますね。気持ちも満たされているし、これから真剣交際っていうような流れで入っています。とても愛してくれますね。あなたのことをとても愛してる、好きだよ、大切だよっていうふうに思ってくださる方、またはこの方はあなたのお気持ちも満たしてくれるし、その物心両面で支えてくれるというか、とてもあなたのことをひいきしてくださるっていうのがあるので、かなり特別扱いしてくれるんじゃないかなっていうことで、3ヶ月目とても素晴らしいですね。いいですよ。ここは向こうからのアプローチあるんじゃないかなっていうのが出てきています。そのね、新しく出会うっていう可能性ももちろんあるんですが、でもあなたの今までのお付き合いしている中で思いを寄せている人がここで告白っていう可能性が強いんじゃないかなと思いました。では次、4ヶ月目見ていきましょう。4ヶ月目出会い運はペンタクル3番です。はい、そうですね、今この4ヶ月目まで流れを見ていると、あなたの中で落ち着いた交際だったり、真剣交際っていうようなこと
を求めているところがあるのかなと思いますね。お互い寄り添って支え合って、そして毎日育んでいけるような愛情をね、育んでいけるような、そのような交際をあなたが望んでいるのかなとも思いますし、あなたのもともと持ってらっしゃる性質的なものとして、落ち着いた安定した恋愛をしたいっていうところがあるのかなと思いますね。そしてどちらかが偏ることなくね、お互いとちょうどいいバランスでやっていきたいんだっていうようなお気持ちが伝わってきます。ではこの時期アプローチ受ける可能性どうでしょう？エンプレス、いいですね。この4ヶ月目もすごくいい。その2人で作り上げる愛情とかっていうのも、関係性っていうのもありますし、もし出会いで見ている方だとしたら、ここお仕事関係の方や、あなたが遊びに行った場所とかイベントに参加した場所で新しく出会う人もいるでしょう。ね、ここの3ヶ月間の間、特に何もなかったよっていう方は、ここでね、出会いっていう可能性もあります。この時のあなたの様子としては、ペンタクルエースですね。いやー、素晴らしい、いいですよ。受け取ってください。ここであなたにプレゼントがあるかもしれない、届けられるかもしれないですね。受け取ってください。それは好きですっていう告白の言葉じゃなくて、形になるものなんじゃないかなと思うんですね。好きです、付き合ってください、だから交際しましたっていうことも一つの形なので、可能性としてはあります。交際とか出会いのチャンスっていう意味で、受け取るものがあるんじゃないかと思いますし、またそれ以外でも、例えば誕生日プレゼントだったりとか、デートのご馳走だったりとかっていうのもありそうですね。とてもあなたのことを魅力的だって思っている人がアプローチ、ここでかかってきますね。出会い運とかもいいですし、向こうからのアプローチっていうのもものすごくいいので、仕事つながりの方っていう可能性もありますよ。確かに仕事つながりっていう可能性もあるんですが、またはこのお相手自体がずっとね、ご縁のある方だとしたら、この方、収入が安定されていたりとか、お仕事が長く働かれている方なんじゃないかなと思います。安定した方っていうイメージが出てくるので、例えば体つきもがっしりしていたりとか、健康体であったりとか、あまりメンタルの乱れがないとかね、そのようなイメージを受けます。そしてセンスのある方っていうのもあります。それはあなたから見てもそうだし、周りの人から見ても、このお相手ってセンスあるよねとか、例えばクリエイト活動してるよね。ただクリエイトっていうのは日常茶飯事というか、どの日常、誰の日常にも潜んでいるものなので、ただこの方の性格を生かしたようなものを前面に出されているんじゃないかと思うんですね。誰でもね、クリエイトってできるんですよ。生活一つ一つがクリエイトだから、広く言ってしまえばクリエイトってそういうことなんですけど、ただここで言うね、クリエイト活動っていうのは、この方が自分の好きなことを前に出していることがあるんじゃないかなって思うんです。趣味を生かしている。なので体を動かす趣味、スポーツをしているとか、それだけじゃなくて美術関係、芸能関係とかね、そういう可能性もあります。グルメな方かもしれないですしね、デートに行っておしゃれで美味しいね、高級なレストランとかっていう可能性もあるんですよ。ここもすごくいいです。では次、5ヶ月目見ていきましょう。5ヶ月目、チャリオット。なんかね、1番さんね、すごくね、どんどん好調になっていくんですけど、ワクワクが止まらないですね。でここね、出会いで見ている方でも、その恋愛総合的にもかなり前に進む力とかスピードとか展開も早いだろうし、ものすごく力強いものを感じます。どちらかというと安定志向とかね、華やかさよりも落ち着いて
穏やかで、そしてお互いの気持ちが通じ合うような、不安になることないような、そういう交際を求めているあなたなんですが、ここにぐっとね、力が入るような5ヶ月目になっていきます。力が入るっていうのは勢いがあるので、ここでね、例えば同棲だったりとか、お付き合いだったりとか、ぐっと何か大きくね、動きがあるような流れが、ここを見ていても、この5ヶ月目が動きという意味ではね、ここ一番強いです。物事が大きく動き出すだったりとか、この時期のお相手の動き、ラバーズ、いやー、かなり愛されていますよね。ずっとね、愛されてるんですよ。で、これ流れ見ていくと、ここで交際が始まり、なんかね、ここの辺りで出会って、なんかちょっとお互いいい感じみたいになって、告白されお付き合いに発展し、愛される日々っていうようなね、流れが出てくるんですよ。ここね、お相手ラバーズです。そしてあなたはペンタクルの6番。やはりね、安定志向っていうのが出てきています。でもすごく充実してるんじゃないかなと思いますね。このあたりっていうのは2人の関係性も落ち着いているし、どちらも安定していますね。で、このお相手の方がやっぱりあなたのことをすごく好きみたい、追いかける側っていう感じがしますね。そして華やかな方なんですよね。ずっと見ていてもエネルギッシュでもあるし、人気者なんじゃないかなって思うんです。ただこの方がじゃあ他に好きな人ができるとか、他にも仲いい子がいるっていうことであなたがぐらついたり不安になるっていうこともないぐらい、あなたに愛情を注いでくれるんですよね。すごくいいんじゃないかなと思います。で、その出会いで見ている方だとしても、ここも出会い運すごくいいです。新しい出会いもあるでしょうし、あなたにアプローチする人もいる。ここかなりモテモテの月っていうのが出てきていますね。もしこの時期に交際されている方は、もうあなたの恋人だけを見てくださいねっていうのが出てきていますね。ここもすごくバランス取れています。生活に張りが出てるんじゃないかな、お互いにっていうのが出てきていますね。はい、とってもいいです。何か大きな物事を決めるとして動かしていくとするんだったら、ここがいいでしょう。ただアドバイスとしては、お互いで話し合って決めていく、なんか選択して進んでいくような大きな月になってきます。では次、6ヶ月目見ていきましょう。ワンドのキング。いやー、なんかね、完成していくっていうようなね、流れが入ってきています。ここ5ヶ月目すごく勢いがあったので、引き続き6ヶ月目も勢いが止まらないようなところも出てきています。で、どの月もね、出会いがあるんです。特に2ヶ月目以降かな。すごく出会い運もあるので、そしてアプローチしてくる人も毎月いるとかね、あと同じ人がずっとね、愛情を注いでくれるっていう、どちらかだと思うんですけど、この時の向こうの動きとしてはジャスティス、そしてあなたのお気持ち、近況としてこのカード出てきていますね。オリジナルのカードで覚醒を表しているカードです。そう、すごいですね。このカード。このタロットカードは78枚プラスオリジナルカード1枚。この覚醒のカードが入って79枚の、デッキとなってるんですが、この特別なカードが最終的に結果として入ってきています。6ヶ月間の総仕上げみたいな感じで入ってきてるんですよね。あなたにとっては本当に特別な6ヶ月目になるかもしれない。ここも引き続きお相手の方から、なんかね、こう決めようとか何かを決めたい、決断したいっていうところで、はっきりと意思表示やこれからについてこう思ってるんだけどどうしますかとかね、そのような持ちかけ、働きかけっていうのが出てくるかもしれません。2人にとってもう誠実にこれからやっていきたいんですっていうところで、ここもね出てきていたんですよね。かなりこう釣り合いが取れてるというかね、お互いの気持ちのバランスもそうだし、距離感だったり価値観っていうところもお互いちゃんと揃っているところがあるんじゃないかな。かなりこのお相手がすごく愛してくださるっていう感じで、あとリードしてくれますね、ここのあたりで。
なんか最初はね、年下の方っていうご縁もあるんですけど、この方が、成長していく、あなたとお付き合いするにつれて、そうなんかね、将来のことを見据えて話が始まっていく、進んでいくような流れになっていくかもしれません。この方が舵取りをしていく、そこにあなたが寄り添っていくような流れっていうのが見えてきています。なのでこの1番をお選びいただいた方っていうのは、2ヶ月目以降どこでもタイミングとして出会いはあるんですね。ただ感じるのは、この2ヶ月目以降からずっと同じ相手なんじゃないかなっていうのがすごく感じるんですね。あなたの方でもう自分でこのように恋愛やっていきたいとか、次恋愛する方とは末永くやっていくんだろうなっていう予感している通りに、この方とずっとお付き合いが始まっていくというかね、そのように見えます。で、今回テーマとしてはその出会いについてだったりとか、あとはこの半年間の流れであなたにアプローチしてくる人、どんな動きですかっていうところで見ていってるんですが、なんか同じ人っていう感じがします。はい、どうでしょうか。で、一部ではお仕事つながりの方もいるかもしれないし、お相手が年下っていう方もいるかもしれない。だけどこの方との恋愛ストーリーっていうかね、そのような流れでもうすでに入ってきています。で、あなたを守ってくださったり愛してくださったり、この方の特徴についてじゃあ見ていきましょう。可能性としてはね、同じ人なんじゃないかっていうイメージで入ってくるんですね。ただその同じ人じゃなかったとしても、2ヶ月目以降毎月毎月出会いがあるっていうような流れで入ってきています。どこで出会いがあってもおかしくないし、良縁なんじゃないかっていうね感じで入ってきています。イニシャル出しますね。可能性として高いイニシャルです。参考程度にご覧になってください。はい、このあたりで出していきましょう。そしてあと共通して、ナンバー出していきましょう。ナンバー共通というか6ヶ月ごとにね、こちらもナンバー出していきましょう。そしてまずイニシャルをめくっていきますね。イニシャルは R と、J、そしてQ ですね。Q。足の長い方とか細身の方だったり、または背が小さめっていう感じもしますね。華奢なんだけど背が平均よりやや小さいのか、あとは身長に関わらず、身長が低い高い関わらず、足の長い方やスタイルの良い方っていうのが入ってきますし、でもね、スタイルがいいんだけどスマホやってるのかな。スマホや電子機器やデスクワークをしている可能性がある。なので少し巻き肩だったり、ストレートネックだったり、首や肩のこりを感じている方かもしれません。ただすごくエネルギッシュで元気で明るいっていうのが入ってきますね。おしゃべりするのも好きなんじゃないかなっていうのもあるので、自己自身のトーク力を生かしているお仕事をされてるかもしれないし、もともとね電話が好きとかね、なんかこうコミュニケーションが好きっていうのもあるかもしれません。で、これラッキーナンバーを出してきています。はい、でイニシャルは RJQ のあたりで見てくださいということで、靴にねこだわりがある方かもしれませんね。女性だったら足ネイルしているとかね、あるかもしれません。1ヶ月目は7、2ヶ月目は8、ちょっと待ってくださいね。8は8、3ヶ月目は3、4ヶ月目は13、5ヶ月目が5、6ヶ月目が7です。はい、この数字をそれぞれメモしておいてください。この1番さん、かなりこの半年間恋愛運すごくいいです。出会いとして見てもすごくいいと思いますので、はい、ぜひチェックしておいてくださいね。やっぱり1ヶ月目っていうのは、まずあなた自身の心身のバランス、まず見てみてくださいね。で、今のご縁を伸ばしていくのか、それとも新しいご縁を求めていくのか、どっちでもいいですよ。どっちも求めていいんだけど、新しいご縁を求めていくのであれば、今ちょっと心の整理整頓して新しい出会い、風が吹き込んでくるような余裕を持っていくといいと思います。少し身軽になるといいんじゃないかなと出てきていますね。はい、そして
2ヶ月目だと8、やっぱりなんか2ヶ月目以降から急展開していくような流れも出てきています。3ヶ月目はお食事デートっていうのもすごく期待が出そうですね。お友達との集まりとかね、そういうのもたくさんありそうな感じ、賑やかな感じがします。で、4ヶ月目もだいぶ落ち着いていますし、落ち着いてるというかね、あなたの気持ちが恋愛に対しては気持ち余裕があって、もっと仲良くなっていきたいとか、ここで出会った方、もしくはお付き合いされている方でも安定して育んでいきたいとか、気持ちにすごく余裕があります。で、5ヶ月目、6ヶ月目、5ヶ月目もそうですね、愛情を捧げるようなお気持ちっていうのが出てきています。なんか苦しいことがあったりとか、お互いにとってね、なんか障害があるのかって言ったら、そのような流れは全然出てきていないんですが、ただあなたの中で少し引っかかるようなことがあったりとかするのであれば、この5ヶ月目のところでガラッと流れが変わったりとか、悩みって言ってもそんなに大きな悩みじゃないと思うので、そこを乗り越えていけるような5ヶ月目っていうのが出てきています。6ヶ月目もすごくいいので、ここもいいですね。はい、そのように出てきていました。7っていう数字と、何があっても2人だったら大丈夫だよねっていうような確信が持てる。あとは約束っていうのも入ってくるかな。ここで大きな約束やこれから将来について話し合ったり、またはあなたのところに特別なカード、覚醒のカードが入ってるので、自分自身の中で新しい価値観が生まれてくるとか、一つ達成してここで何かに気づく、いろんなことを気づいて学んだりして、そしてまた次のステージへっていうような流れになっていく、あなたにとっても特別な6ヶ月目になるんじゃないかなと出てきています。ではアドバイスカードをルノルマンでもらっていきましょう。ルノルマンとタロット1枚出していきましょうか。はい、ではこちらのタロットからも1枚アドバイスをもらっていきましょう。ルノルマンは狐、そしてガーデン、そして淑女、あなたを表すカードです。いや、かなりモテるんじゃないかなと思うんですね。一人の人に愛されるっていうイメージが強く入ってくるんですが、そうじゃなくて複数の方からモテる可能性もあります。はい、ソードの7番出てきています。そうですね、もしいろんな方からモテる場合、そしていろんな方からね交際を求められた場合は、そうなんかねたくさんありそうなので、自分軸でいいと思うんですよ。あなたにとってこの人とだったら長くお付き合いしていけるなとか、この人が気になるなっていう方とご縁を育んでいってもいいし、今はねまだ選びきれないぐらいモテモテなんだっていう方は、そのいろんな人とまずお食事行ったりとか仲を育まれてみて、その中で選んでいくっていう形をとってもいいと思うんですね。多分この6ヶ月間の中でおしゃれをしてお食事デートとかそういうパーティーっていうのも可能性が高いので、自分自身を磨き上げていくことっていうのもアドバイスとして入っています。だから時にはね一人じゃなくてもいいんですよ。複数人と同時に交際というか仲を育んでいって、お友達以上のところまで仲を育んでいって、じゃあ最終的に誰とお付き合いしようかなっていうところを吟味してもいいと思うんですね。少し言葉の例えがって思うかもしれないんですけど、あなたの方で自分の、自分基準でね、だっていろんな出会いがあったらどうしようってなるじゃないですか。で、誰か一人に絞るところまでは同時進行というか、いろんな人とお食事行ったりとか関わり合いを持つ中で、その中で見極めていけばいいと思うんですね。
で、お食事デート、人脈が広がるとか、あとやっぱり芸能関係っていうのも入ってくるので、例えばね、音楽に触れるだったり、芸術品に触れるっていうことも可能性としてありますよ。人がたくさん集まる場所に出会いがあるとか、デートするとかっていうのもすごくあります。で、あなた自身が着飾っていくところが出てくるでしょう。で、一人の方と愛情を育んでいくっていうのがもう分かっている方は、もうその時点でね、育んでいく流れ、うまくいくよっていうのが出てきていますし、いろんなところでモテる可能性、いろんな複数人の方からアプローチを受ける可能性があるので、その場合は先ほども言ったみたいに、そのね、仲を育んでいく中であなたが選んでいくというか、ね、誰が一番自分に相性がいいんだろうっていうのを見てもいいと思いますよ。はい、このようなアドバイスも出てきていました。ただ、一つだけ注意ポイントとしては、いろんな人と仲をもし育んでいくのであれば、そして一人の方とも、どちらもそうかな、どのパターンでもしあなたが進んだ場合でも、何かあった時とか、常に心の中に持っておいていただきたいのは、相手と誠実に向き合っていくっていうところです。あれですよ、私が言ってる同時進行っていうのは、お友達関係として仲を深めていく、出会ったばかりの人がたくさんいる中で、いろんな人と仲を深めて恋愛対象になる方っていうのをあなたが選んでねっていう意味です。はい。なので、そのお友達としてね、お付き合いしている中でも、やっぱり人と人として誠実に向き合っていくといいんじゃないかと思いました。なぜなら、この出会う方々が誠実さっていうところを求めて、あなたと接していくようなところがあるので、あなたがもともと持っている性質としても、やっぱり相手にちゃんと向き合って本音で話し合ってやっていきたいっていうところが、お持ちなのかなっていうのが見えていますから、あまり隠し事することなく、なんか負い目を感じて打ち明けられないようなことがあるとかね、例えばですよ、いろんな人と同時進行でお付き合い交際してるんだよねとか、そういうことを素直に言うとかじゃないんですけど、例えば自分のコンプレックスだったりとか、どこか引け目に感じているところがあって、これ打ち明けないと恋愛関係になれないのかなとか、そういう何か引っかかりがある方っていうのは、それを見せていくのもいいかもしれません。それを受け入れてくれる人と恋愛関係育んでいこうっていうお気持ちで見せていくのもいいと思います。はい、これはアドバイスとして出てきていました。では最後にお選びいただいたオラクルカードからメッセージをもらっていきます。これはガイダンスです。あなたの内なる心の声というのを表しています。あなたの内なる心の声や自分の心に差し込んでくる光に気がつきましょう。自分の信じていること、そして自分にとってベスト、最善だと思うことを選んでいきましょう。自分の心の光にあなたが今導かれる時です。はい。なのであなた軸で構いません。はい。やり方はたくさんあると思います。ね。同時進行だったり、一人の方と育んだりとか、その状況にもよると思いますが、この1番をお選びいただいた方、2ヶ月目からすごく流れが良くなっていくし、向こうからのアプローチが止まらないような6ヶ月目までね、ずっと続いていくような感じなので、うはうは嬉しいんじゃないかなっていう風に出てきていました。ぜひね、お相手からの愛を受け取ってくださいということで、出会い運も好調です。では今回は、今から半年間あなたにアプローチしてくる人はいるのか、モテ人来たり、出会い運やそのお相手の動きについて見ていきました。はい、これからもリーディング動画を投稿していきますので、高評価やコメント、そしてチャンネル登録をよろしくお願いします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。最後までご覧いただきありがとうございました。それでは2番をお選びいただいた方のリーディングを行っていきます。今回のテーマは、モテ人来たり、今から半年間、あなたにアプローチをしてくる人はいますか？新しい出会い、またはアプローチをしてくる方のどんな動きを見せるのかっていうところも具体的に見ていきます。よろしくお願いします。そして今回はあなたがアプローチを受ける側として、もうモテモテっていう流れになるのかどうかっていうところを見ていきます。
では早速ですが、半年1ヶ月ごとに見ていきます。まずこちらのムーンダストタロットさんを使って、出会い運、恋愛運そのものを見ていきます。今回はね、焦点を当てるのが出会いっていうところと、あとそのお相手側の動きっていうところで見ていきます。はい、まずもらっていきましょう。スターのカードが1ヶ月目です。でもしかしたらそのお相手からの動きがない、そのお相手というのは新しい出会いの人も含めです。そして好きなお相手ではなくて、あなたのことが好きであなたにアプローチをしてくる人の特徴とかについて見ていきます。それが好きなお相手と合致する場合もありますし、新しい出会いの方かもしれないですしね。はい、ではこの6枚でもらっていきましょう。こちらの、ムーンダストタロットさんはまた後からもらっていきます。そしてあとはこちらのタロットからそのアプローチをする側と、そしてあなたのその時の心境だったり状況とかっていうのももらっていきます。はい、では見ていきましょう。まずはアプローチする側見ていきますね。複数人っていう場合もあるかもしれないし、6ヶ月間全くないよっていう可能性もなきにしもあらずですよね。見ていきましょう。どうなのか。はい、アプローチ受ける側なのでね、あなたが楽しみですよね。では見ていきます。はい、これがどんなアプローチをしてくるのかっていうことと、そしてもう一度カードを切り直して、今度はあなたのその時々の状況、心境、対応っていうところを見ていきます。ね、恋愛乗り気じゃないんだよねっていう場合もありますし、いや逆に私から言っちゃうんだけどっていう可能性もありますよね。どんな風に出るのか、もう一度カードを切り直して見ていきます。はい、では行きましょう。タロットカードすべて正位置採用です。もちろんね、気をつけるべきポイントっていうところも押さえてみていきます。いやただ今回はね、どんなアプローチをしてくる人がいるんだろうっていうね、ワクワクですよね。はい、少しカードがたくさんあって見えづらいかもしれないんですが、まず1ヶ月ずつ見ていきましょう。少しねカードを寄せていきながら、こうですね。まずは1ヶ月目ですね。もうここでジャンピングでスターのカードが出てきているので、まずスター、何かここで新しい出会いだったり、あなたにとってすごく嬉しいことですよね。期待して待ってください、待っていてくださいっていうようなのが出てきています。新しい出会いも可能性として十分あるし、もしくは新しく出会う方が有名な方というかね、一部分では名を馳せた方なのかもしれません。ご自身で会社を立てられている方かもしれないし、社長さんだったりとか、あとはね、そのアーティスト系の方だったりとかね、するかもしれません。でその方とのご縁もありそうな感じ。憧れだった人に話しかけてもらえるような、お近づきになれるような、そのようなイメージも入ってきます。はい、ではどんなアプローチを受けるのか、またはないのか見ていきましょう。ペンタクル3番、同じ会社の人っていうのも入ってくる。新しく出会うとしても、その一緒に同じ、企画に携わるとか、ここでお近づきになれる。もともと同じ会社の中にいたんだけど、チームが一緒になることによってぐっと距離が近づくとか、社内の憧れのあの先輩と同じ、
担当を任されたからそこで一気に距離が近づくとか、2人で作り上げていくようなっていうような関係性が出てくるので、向こうから持ちかけられてくる可能性もあります。先ほど言った社内でね近づきになるだけじゃなくて、向こうから一緒にこれやりませんかみたいなことで趣味だったりとかお仕事っていう可能性もあるんですけど、コラボして何か作りませんかとか、全く違う会社にいるんだけどプライベートで一緒にこれとこれ、例えばあなたが企画するお仕事をしていて向こうが広告代理店とかで働いていたら、違う会社なんだけどプライベートでなんか一つ作品作ってみようかとかね、友達の結婚式があるからなんか作ってみないとか、なんかね一緒に共同作業するっていうような流れが入ってきています。ではあなたのこの1ヶ月以内のお気持ちや心境、状況っていうところでカップの7番が入ってきています。まだ自分の中でパターンがいろいろあるんですけど、誰にしようかなっていうようなお気持ちがあるかもしれません。出会い運自体はすごく良いので、有名な方と知り合いになれるとか、それだけじゃなくてね、みんなが憧れのあの人かもしれないし、モテる人と知り合いになれるとか、あなたの理想に近いお相手と出会えるとか、そのような流れも入ってくるんですね。ただ一人じゃないかもしれないっていうのがあります。出会いだけじゃなくて、今まで育んできているご縁の中にも何人かあなたのことをいいなって思ってる人がいるかもしれません。一人じゃないっていうような感じで入ってきます。はい、もしくはグループ交際とかね、この1ヶ月目っていうのはお友達のような状況とか、お仕事やチームメイトみたいな団体で動くような感じがします。そしてあなたの中でもまだ一つに決めきれないっていうようなカードが出ているので、恋愛一本に絞れないよっていう方もいるかもしれないし、あの人とこの人どうしようって思っている人もいるかもしれないし、中には諦めようかなとか、仕事上のお付き合いだけにしといた方がいいのかな、そういう意味で迷っている方もいるかもしれないし、または素敵な人と出会ったので頭の中でいろいろ妄想するんですよ。デートもしてみたい、あんなデートがいいかな、こんなのがいいかなとか、自分の中で頭の中でね妄想を膨らませてるようなカードです。中には期待する気持ちだったりとか、不安や恐れとか、いろんな気持ちが頭の中を駆け巡っています。ただそこで一つここでアドバイスとして言えるのは、素敵な出会いがあったりとか、いいなって思える人とお近づきになれたとしても、あなたの中で頭の中でいろいろ考えちゃって動けないとか、どちらかというと頭の中の妄想が膨らんでいくような1ヶ月目なので、ポイントとしては自分の足元を見ることだったりとか、その頭の中の妄想だけにとらわれずに、このお相手の動きとしては現実的なところっていうのが出てきているので、このお相手が現実的に何をしてくれるのかっていうところをちゃんと見ることっていうのがポイントとして入っています。どっちかっていうとね、ふわふわっとしたような、イメージなんですよね、エネルギーとしては。ただこのアプローチする側の方がきちっとしてるというか、現実的なところを攻めてくるっていうのがあるんですよね。だからそうだな、すごく良い出会いがあって、いきなりね告白されるんじゃないかとかね、街角でぶつかって私が食パンを加えていたら向こうがねやってきてぶつかって出会いが始まるんじゃないかとか、ロマンスが始まるんじゃないかとか、いろんな期待とか妄想を膨らませているんだけど、こっちはお仕事で一緒に協力して何かしませんかとか、結構現実的な感じでやってくるのかなって、あまりロマンス的な要素というよりは現実的なアプローチっていうのがあります。デート行って楽しいことしませんかではなくて、毎日の連絡のやり取り、毎日というかね、何日かに1回の LINE のやり取りなのかもしれないですしね、ちょっと現実的な感じがして、あなたとしてはもう少しロマンチックな展開期待してるんだけどなっていうのもあるかもしれないですね。はい、このような1ヶ月目の流れです。では2ヶ月目ね、まず出会い
主にね、出会いにフォーカスを当てて恋愛運ってところで見てるんですが、ワントの3番です。いいですね。広がっていく、拡大していく思いとか期待とかっていうのも出てくるので、ワクワクするようなお気持ちにあなたが1ヶ月目からね、なってるんですよね。憧れの人とお近づきになれたとしたら、あとはこの先発展していけばいいなっていうような期待で胸がいっぱいとか、憧れの人と出会うとかじゃなかったとしても、その自分にとっての今恋愛的要素でね、ワクワク感が止まらないっていうような流れが入ってる。でもどうかな、この1ヶ月目かなりなんていうのかな、夢見がちというかロマンチックさを求めているようなところがあるので、この向こうのアタックしてくる側の動きとしてはどうでしょう。ペンタクル10、やっぱり向こうとしてはね、かなり現実的なところっていうのを見ていますね。なんかこのクリスマス、ホワイトクリスマス、雪の降る日、ライトアップされたこのイルミネーションの中、指輪を渡されプロポーズを受けるとか、そのような流れというよりは、もうちょっと現実的に毎日派手さがないかもしれないんだけど、安定したところをこの方が提示してくれるんじゃないかと思うんです。ペンタクル10っていうのは家族カードとも言われているので、誠実に交際していきたいとか、例えばロマンチックさに欠けてるかもしれないんだけど、でもちゃんとしたものを提供するよとか、あと安定に育んでいきたいとかね、もっと現実的なところで、やっている、資産運用されているとかっていうのをデートにも、持ってきてるような感じもしますね。あなたとしては、いや新婚旅行はハワイだよねとかロサンゼルスだよねとかっていうような期待で溢れてるんだけど、この方は現実的に沖縄とか国内にしといて、そこでガツンとね、素敵な長時間滞在するとか、よりお金をうまく回していって、堅実かもしれないんだけど、より充足できるような派手さはないかもしれないんだけど、国内で長くね滞在してゆっくりとした時間過ごさないとか、そういうような感じで提供してくるような方ですね。ではあなたの動きとしてはデスのカードですね。自分の中で期待が膨らむっていうところが1ヶ月目2ヶ月目っていうのが出てきています。ただその期待が膨らむ一方で、多分ご自身の中で切り替えっていうのができるんだと思います。このお相手がね、ペンタクル出してるじゃないですか。もちろん違う方かもしれないんだけど、でも見る限り同じ方かなっていう流れがね、同じ方かなっていうのがあります。結婚を視野に入れてお付き合いしたいんですみたいな感じでアプローチを受けそうなんですよね。でそこに対してあなたが自分の価値観を変えるというか、見方が変わるというか、今まで恋愛志向だったんだけど、ちょっと家庭的な要素を取り入れていこうかなとか、このお相手のことをしっかりと現実的に受け止めていけるような流れになっています。ある意味あなたを変えてくれるようなお相手なのかもしれません。強いんですよ、この方。かなり強い。うさぎと亀っていうお話ありますよね。で、亀ってうさぎに比べて歩みがゆっくり、マイペース、遅いっていうのがあって、うさぎは素早くスピーディーに動いてゴールを目指していくんだけど、だからこっちの方がね派手さがあるんですけど、動きがねあるんですけど、こっちは動きとしてはね大きくないかもしれないけど、結局じゃあどっちが勝ったのって言ったら亀さんですよね。この人は諦めないし、長く粘り強く取り組んでいくっていう、堅実に進んでいくっていう方なので、もうだから最終的に強いのはこの方なんです。この方っていうか、この諦めない気持ちだったり、粘り強く取り組むことを継続していくこの方の、思いが強いってことにあなたが気がつくのかなと思います。粘りがちっていうようなイメージがあります。だから長いことあなたに片思いしている方がいるかもしれません。このように見ていくと。そしてもうすでに交際されている方もいるかもしれません。家族カードがここで出てきているので、もう結婚を視野に入れてとか、これからね
子孫繁栄というか、お互いの一族同士がね結束して末永くっていうようなこととかも考えている可能性が高いですね。もしくはもう円満に末永く交際していきたいっていうところで、経済的にも安定してらっしゃる方なんじゃないかなって特徴的にはね出てきています。そしてこの1ヶ月目2ヶ月目って今まで流れてきたあなたの恋愛に対する価値観だったり、またはこのお相手に対する見方がガラッと変わるのかもしれません、この2ヶ月目で。はい。で見ていきましょう。では次3ヶ月目です。で3ヶ月目ワンドの2番入っていますね。はい。そしてアプローチをする側の動きです。チャリオット、ここでね来ますね。ガツッと動いてきますね。そうだな。でもその残りのねカードも合わせて見ていくんですけど、新しい出会いがある可能性もあります。2ヶ月目3ヶ月目で、またはあなたが求める可能性もありますね。新しい出会いっていうところで。ではあなたのお気持ちとしてカップの10、めちゃくちゃ満たされてる、愛されて満たされるとかね、そのようなお気持ちになる。やっぱり私ロマンチック路線で大丈夫だわって思えるような、愛こそ全てよ、満たされるこの満足感が全て、もう愛が全てっていうようなお気持ちになってるんですね。ということはこの1ヶ月目は頭の中でふわふわ考えていたこと、現実見ようねっていうようなことに気がつくのかもしれないけど、でもやっぱりいろんな意味でね、いろいろ含めて自分の見方、物の見方が変わったり、価値観が変わったり、またあなたのこと好きだって思ってくれてる人に対してあなたのお気持ちが変わる、見方が変わるようなことがあったとしても、やっぱり愛されている自分最高っていうところになっていくんですね。この3ヶ月目かなり良いです。はい。でもしこの、ずっとあなたのこと好きだって思ってるお相手が、特徴的としては仕事関係の方だったりとか、同じチームの方っていう可能性があるんですね。お友達っていう可能性もあります。で、家族のような親友のような存在からガラッと変わって、この方が積極的にアプローチしてくるのか、でそれであなたが愛されて満たされてるのか、もしくはね、出会った方の中で愛が育まれていくのか、あとはここでまた逆にね、新しい出会いがある。で、この方によってあなたが満たされるっていうような感じもします。はい。でも3ヶ月目、あなたは愛されている実感っていうのを感じるので、どうかな。ただ、同じ人っていう可能性も捨てきれないですよね。この方が積極的に動いてくる可能性があります。告白なんじゃないかなって思うんですよね。そしてゆっくり神さんなんだけど、神さんだけじゃなくて、そこにあなたに満たしてあげられるようなロマンチック要素を持ってくるかもしれません。私神さんも好きなんだけど、そこにプラスロマンチック要素があるのが好きなんですっていうあなたのことを見て、それを捧げるのかもしれませんね。かなりここアプローチする側が大きく働きかける。それによってあなたが満たされるっていうような3ヶ月目の流れになっています。では次4ヶ月目見ていきましょう。4ヶ月目はここですね。4ヶ月目の流れとしてペンタクル10。ここでペンタクル10。その他のカードも出していくんですけど、やっぱりこの方かな。1ヶ月目2ヶ月目の方がこの4ヶ月目もいらっしゃるっていうようなイメージが入ってくるので、この方との関係性を育んでいくのか、ね、それともどうだろう。アプローチする側としてはカップの4番、そしてあなたの方としてはワンドのクイーン。いや、モテますね。複数人からアプローチを受ける可能性がある。で、この流れを見ていると、このペンタクルの人と、あとこのチャリオットの人とまた違う人なんじゃないかなっていう可能性も高まっていますね。あなたとしては4ヶ月目
複数人からモテるっていうような、ね、愛をたくさん受け取るんですが、その中で自分にとってね満たしてくれる人っていうのが必ずいるんですよね。もうここで見つかっているので、転機が訪れて満たされているので、多分ねたくさんの人からモテても、私この人がいいんですっていうような感じでも入ってくるんですね。この人と関係性を育んでいきたいんですっていうようなお気持ちが4ヶ月目出てるんじゃないかなと思うんですが、でもねじゃあ向こうからのアプローチってどうなのっていう風になってくると、カップの4番なので、あなたに手が届かないっていう感じなんですよね。これちょっと気になるんですよね。アプローチじゃあたくさん受けるんですかって言ったら、あなたがモテるから逆に動かないとか動けないとか、アプローチしづらいとかね、なんかたまにいません？なんかモテモテのところを見ちゃうとなんか身を引いちゃうような気持ちになる時とかありませんか？なんかそんなような感じで少しねおじけづいちゃうというか、身を引くまではいかないんだけど、ちょっと考えちゃうかなって、どういう風にアプローチしたらいいんだろう、なんかどんどんとね手が届かなくなっていきそうだっていう風にアプローチする側からは見えてるんですね。はい、ただここモテるし、誰かと一人に絞るんじゃないかなっていうのが出てきています。それはこの最初から登場している方の可能性もあるしなーっていうふうに思うんですよね。次5ヶ月目見ていきましょう。カップの6番。はい。そしてアプローチする側としてはペンタクル9。いやなんか粘りがちするのかな、ペンタクルさんが。かなりねあなたのことを愛してくださる、大切にしてるっていうのがあるんですよ。目の中に入れても痛くないみたいなね思いが伝わってきます。大事にしていて、箱入り娘みたいな感じで、どこにもあなたを出したくないみたいなぐらいあなたのことを愛してるっていうようなアプローチをされると思うんですね。独占欲が少し出てくるかもしれません。いろいろとご馳走してくれたり、与えてくれたり、プレゼントしてくれたり、もちろん愛情をかけてるからこそですよ。いろんなものを贈り物してくれるような方なんですよね。あなたのこの時の心境としてはタワーが入ってきてる。で、カップの6番でしょ。だからあなたの方でもここねちょっとね深掘りしないといけないかもしれないですね。この、ずっと出てきてるこのねペンタクルの金貨のね方がいるじゃないですか。でこの方の他にも出てきそうな感じがするんですよね。ただあなたはいろんな方からアプローチ受けても、ここを満たされているカードが3ヶ月目4ヶ月目っていうのが入ってくるので、2ヶ月目何かしらの転機っていうのがあるんです。例えば好きな人がいるんだけど他にいいなって思える人が出会えたりとか、またはアプローチを受けてその人のことを知っていったらいいなって思えるようになって仲良くなっていくとか、何かしら人間関係が変わっていくというかね、あなたの中で人脈が広がったりまたは変わったりとかっていう転機があるので、その後っていうのはかなりモテモテなんですよ。ただこの方が1ヶ月目からねずっとあなたのことを好きだって思っている人がずっとでもねいそうな感じで、それ以外の人もいそうな感じ。5ヶ月目になるとちょっとなんて言ったらいいのかな、後悔するかもしれない。どんな意味でっていう感じがするので、どんな意味でっていうことでもらっていきましょう。いやあの時ああしとけばよかったなとか、あなたの中で思うことがあるのかもしれない。あの時あの瞬間っていうことで、少し前のことを振り返っているあなたの様子が見えるんですよね。前から知り合っている人のことを大切にしとけばよかったなとかごめんなさい。あとは後々になってあの時の決断間違ってたのかなって思ったりとか、間違ってるとまではいかないんだけど少し後悔というかね、決断してよかったのかなとかねっ
っていうところが出てきそうな感じがするんです。この、5ヶ月目のあなたの様子、もう少しもらっていきます。ワンドのエースとジャスティス。なるほど。やっぱりあの時の自分の決断だったり、物事の流れね、自分のその時の感情に乗って動いてしまったことは果たして正しかったんだろうかとかね、そういうことを感じそうな5ヶ月目っていうのがあります。ただアプローチしてくる側としては、もうあなたを独占したいというかね、あなたしか見ていないし、囲っちゃいたいっていうのが入ってくるんですよね。なので、でもあなたとしてはこのアプローチを受け入れていいのかどうかってことで悩むかもしれないし、または受け入れない方が良かったのかなとか、前の関係の方が良かったのかなとか、もしくは他に好きな人がいて、いやこの方じゃないんだよねっていう意味ですごくね好きになってもらえるのはありがたいんだけど、あなたではないっていうふうに思うのか、何かしら思うところがあるみたいです。正しいのかなとかね、自分の判断したこと、もしくはこの方の愛し方は自分にとって満足いくものなんだろうかってことについて悩んだりとか、あとは気が散ってこの方に集中できないとか、だからつまり他に気になる人がいるとかね、どこか胸の引っかかりを覚えてるからここでちょっとつまずくんじゃないかなっていうのが出てきています。はい、次6ヶ月目です。6ヶ月目ムーンのカードですね。悩みますねっていうところで、自問自答するっていう感じもするし、どうかな、アプローチする側としてはどんなアプローチかな。ジャッジメント出てきた。なんか再チャレンジするよって言ってるんで、やっぱり亀さんかな、強いですよね。それでも諦めないよとか、何があっても愛し抜くよっていう感じで、なんかね、5ヶ月目、過去のこと振り返って、あの時の判断どうだったんだろうっていうあなたに対しても、ここね、押し通してくる可能性があります。押し通す、もしくは、この2、3、4、このあたりで、一回このアプローチする側が、あなたがモテるからちょっと身を引くようなところもあったんだけど、やっぱりあなたしかいないっていう感じで出てくるような可能性もあるので、ちょっとね入り組んでるかもしれません。ずーっとアプローチしてる人もいれば、ちょっと距離を置いて身を引くっていうような人もいるし、複数人からモテるっていうのが出てきています。で、あなた自身も少し悩むかなっていうのがね6ヶ月目出てきているし、カップの5か、やっぱり5ヶ月目あったことについて自分自身悩むんですよね。あの時の自分の決めたこととか決めた人とかね、本当に良かったのかしらとかね、実はあの時お断りしていたあの人とお付き合いしていた方が実は自分は良かったんじゃないかとかね、あの時満たされていた思いが今はないとかね、そのように感じてるので、どこかで私ミスったかしらっていうような気持ちになってるんですよね。そうですね、この後半あたりは特にねそれが出てきています。ただアプローチする側っていうのは再チャレンジのカードが入ってきています。またはより良いものにしていこうよっていうふうに働きかけてくるので、かなり大きな動きですね。だからあなたがいろいろ考えて落ち込んでいてミスったかなと思ってることに対しても、大丈夫、これから先のこと見てやっていこうっていう風に持ち上げてくれる風に働きかけてくれるのかもしれません。はい、このように出てきていました6ヶ月間の動き。アプローチしてくる側はね、どんなアプローチしてくるのっていう風になってくると、やっぱりね、波はあれどあなたのことを積極的にアプローチしてきたりとか、
囲ったりとかね、再チャレンジしたりとか、大きな動きはありそうですし、家族っていうところも意識されていると思います。複数人いるかもしれないので、それぞれ違う方かもしれません。ただここは再チャレンジだから、この6ヶ月目より前に出会った人が再びアプローチしてくる可能性があります。それはこの1ヶ月目よりも前の人かもしれないですしね。再会っていうワードが5ヶ月目、6ヶ月目で入ってるので、このあたりで再びまたご縁が近づくような方がいるかもしれません。では、ここについて、あと、あれですね、イニシャルもらっていきましょう。ご縁の近い方のイニシャル出していきます。可能性の一部としてお受け取りいただけたらなと思います。必ずこのアルファベットだよ、イニシャルだよっていうわけではないので、はい。3枚出していきます。はい、E、Q、D。この3枚をもらっていきましょう。体の大きい方なんじゃないかなっていうのがあります。あとデスクワークっていう可能性もあるかな。デスクワークというか座っているっていうイメージがあります。座ってお仕事をされていたり、日常生活でも例えばね、高級なソファーを家に持っていたり、自宅にあったりとかして、ソファーでくつろいでいるようなイメージ、そう、イメージとしては座っているっていうようなイメージがあります。乗り物に乗っているというか、常に車を運転していたりとかね、ドライブが好きっていう方もいるかもしれません。乗り物っていうイメージも入ってきます。あとなんか乗っているとしては、そうですね、ジムに行って体を鍛えたりとか、ね、エアロバイク乗ってるとかっていう可能性もあるかもしれません。何かに乗っていたり座っていたりっていうようなイメージ。あとはボディメイクをされているか、体が大きい方。体が大きいっていうのは身長が高いかもしれないし、がっしりした方なのかもしれない。女性でもね、そうですね、ラインが細い方っていうよりは女性らしいボディラインをされている方なのかなっていうのがあります。あと瞳に特徴があるので、例えばパッチリ二重だったりとか、お人形さんのような目だったりとか、また逆にね、小動物のような可愛らしい目をしている方っていうのが入ってきます。つぶらな瞳っていうのがありますね。このあたりかなと思います。あと外見で強いて言うんだったら、唇にも特徴があるかもしれません。唇、男性だったら、あごひげかもしれないしね、唇の形がいいのかもしれないし、女性だったらリップね、特徴的な、いつもね、この人といえばこのリップっていうような特徴的なものかもしれません。はい、このあたりでしょうか。イニシャルは E とか D とか Q ですね。そしてあとはナンバーをもらっていきましょう。6ヶ月間それぞれの、ラッキーナンバーというかね、この日なんじゃないかっていうところでもらっていきます。はい、出しました。1ヶ月以内は6というのを数字で捉えてください。メモしてくださいね。ぜひね、心当たりのある方はメモしておいてください。6、1ヶ月目いいですね。なんかかなりいいんじゃないかなっていうのがあります。再会するっていう方もいるでしょうし、少し距離があったんだけど近づくっていうようなイメージもあるので、だから憧れの先輩と近づける、お近づきになれるとか、あとはもともとご縁があるんだけど離れた場所に住んでいた方はちょっとね近づけるとかね、デートできるとか、そのような、チャンスっていうのも出てきそうですね。そして2ヶ月目なんですけど、番号としては10番です。2ヶ月目ね、アドバイスとしてあなたにとって転機っていうのが入ってきてるんです。物事の終わりと始まりの
表すですのカードが入ってるので、何かしら自分の中で区切りがついたりとか、区切りがつくことによって物の見方が変わったりとかっていうのが出てきているんですね。そして未来へ向けて、将来的にね、物事について考えるようになったりとか、期待したりとか、ワクワクしてきたりとかっていうのが出てきているんです。なので恋愛でワクワクしてるような流れが続いているので、恋愛以外のところであなたが区切りをつけるというかね、何か変わり目っていうのが出てきます。自分の中で一つ整理つけるんじゃないかなっていう節目ですね、2ヶ月目が。それはあなたにとって胸が痛いようなことかもしれません。中にはお仕事を辞めますって人もいるかもしれないし、例えばね、長くお付き合いしていた人とここでお別れして、自分は新しい出会いに目を向けていくんですって人もいるかもしれないし、長くそうだな、あなたが抱えていたことに対しての一つ何かしら自分自身で区切りがつくというか、っていうような2ヶ月目の流れが見えてきています。アドバイスとしては、2ヶ月目ね、これから先、これを見たタイミングから2ヶ月以内の間に落ち込んだりとか、自信なくなったりとかする時っていうのは、風を感じに行ってください。窓を開けて換気してもいいし、ベランダに出て風を感じるでもいいでしょう。はい、無理のない程度に風を感じてくださいねっていうのが出てきていました。ただ3ヶ月目、すごく愛されている、やっぱり満たされているカードと、すごく可愛いねトランプも出てきています。3ヶ月目は12っていうのがラッキーナンバーです。とってもいいんですよ。ピンクのねお洋服の女の子がハートの、モチーフのものを持っていますよね。これもね、カップの10番でバラの中の親指姫みたいなね、可愛い女の子がいますよね。なのでこのあたりっていうのは、ピンクだったり、あと赤いもの、ハートやバラのようなね、赤みのあるものっていうのを意識して、身につけてみるといいかもしれません。お花模様だったりとか、リボンもいいですね。あとピンクのお洋服、ワンピースっていうのもね、いいでしょう。可愛いですね。この3ヶ月目っていうのはかなり良いと思います。ナンバーは12です。4ヶ月目は4っていうのがラッキーナンバーで入ってきています。はい。だいぶね、この4ヶ月目、3ヶ月目、4ヶ月目っていうのが良いので、安定しているというか、ね、でもだからこそっていうところもあると思うんですよね。だからこそ物事を動かしたいあなたのお気持ちっていうのも出てきているし、相手の動きにもよるんですよね。あなたが好きな人いるのか、それとも出会いを求めてるのかにもよって変わってくるんですけど、こっちのアプローチ側が少し身を引くというかね、そんな感じなので、あなたとしてはもうちょっとねアプローチ欲しいなって思うかもしれないし、逆にそれで安定して愛を育んでいますっていう方もいるかもしれないので、これはちょっと関係性によって変わってくるかも。ただ一番気になるのが5ヶ月目、6ヶ月目のあたりです。5ヶ月目ラッキーナンバーは7です。はい、ここもね、やっぱりあの時の決断はどうだったんだろうかっていうところで、あとは例えば社会的に見て自分の下した判断っていうのは誰かに非難されるんじゃないかとか、社会的に見て自分としてはねいいと思ってやったんだけど、周りから見たら違うんじゃないって思われるのかなっていうところで、少し立ち止まるようなあなたの様子っていうところも見えてるんですけど、なのでこのあたり、もしかしたらお相手側が、パートナーのいる方があなたにアタックするっていう可能性もありますね。とても寵愛しているカードが入ってる、すごく愛情をくれるんだけど、でもなっていうところのあなたのお気持ちが出てきてるのでね、というところで、6ヶ月目は4っていうのがラッキーナンバーです。はい、アドバイスも入っていますね。あなたの中で失っちゃったものとか失った気持ちとかに対して、あの時は満たされていたのにっていうようなお気持ちなんですよね。6ヶ月目、自分の気持ちが見えないとか、相手はどう考えてるんだろうって思ったり、どちらかというとでも自分自身が見えないっていうような感じで入ってくるのかなと思いますね。
その中で急いでね答えを決めたりとかする必要はないから、まずその毎日毎日の日々を大切にしてっていうところが入っています。ちょっと視野が狭くなってるような、見えなくなってるからね、暗闇の中こうもがいてるような6ヶ月目っていうような感じで、どちらかというとこれね涙を流していますよね。だからあなたのお気持ち的にも涙が出ちゃって、よく前が見えない、雲の巣がかかって前が見えないっていうような感じの気持ち的にそうなので、その気持ちからまず抜け出すために気持ちを癒すことや、まず落ち着いて物事を一つ一つ見ていこうねっていうのがアドバイスとして入っていました。ただ向こうの動きとしてはね、復活のカードが出てるので、一度ご縁が離れた方がまたやってくるのかもしれないし、喧嘩したりなんだりとかしてもやっぱりあなたがいいんだっていうように言われるのかもしれません。はい、ではこのように6ヶ月間の流れを見ていったので、ルノルマンカード3枚引いてアドバイスカードをもらっていきます。もうこの半年間のアドバイスとしてお受け取りください。あなたが悩んだ時とか、また逆にね嬉しい時もこのカードのことを思い出していただけるといいんじゃないかなと思います。はい、では見ていきましょう。船のカード、25番結婚指輪のカード、はい。そして34番お魚のカード、はい、いいですね。ペンタクルの10が、ここ2枚入ってきていて、結婚っていうワードも入ってるので、良い意味で働いていけば結婚を視野に入れたお付き合いっていうのがこの6ヶ月以内にご縁として現れそう、ね、お付き合い交際が始まりそうですし、あとそうですね、お相手側がそれを求めているってこともあって、あなたがそれに応じるっていうような形になるのかなっていうのも感じます。またはやっぱり気になるところとしては、お相手側にパートナーがいて、そのようなお相手からあなたが愛を受けるっていうような可能性もこの後半のあたりですね、ありそうな感じがするので、そのあたりはあなたがどのように考えてね受け止めていくのかっていうところもあるんですけど、どちらかかなというのは出てきています。ただお魚のカードすごく良いカードなのでね、はい、あなたもお相手も2人が向き合っていくことっていうのもアドバイスとして入ってるし、お互いがこの良い距離感ですよね。すごくくっついてぶっちょりんこしてるわけでもないし、離れているわけでもない、同じ方向をちゃんとお互いが向き合っていてね、お互いの目を見つめ合っているんだけど、ベタベタもしていないので、このぐらいの距離感が一番過ごしやすいよねとか、逆にこう流れがいいよねっていうね、こうインフィニティのようなイメージも入ってくるので、このようなお付き合い、2人の距離感、ちょうど良い距離感を見つけられたりとか、もう自然に流れるように寄り添っていけるようなお付き合いっていうのもできていくんじゃないかなと思います。悩んだ時っていうのは多分距離感のことで悩んだりとかするんじゃないかなと思うんですね。あとは価値観の違いだったりとか、いろいろ出会いがある中で、ご自身の中で自然体でいられる相手だったり、価値観が一緒の相手とかね、そういうのも意識してもいいと思います。かなりね、家族のカードっていうのが出ていたので、家族間についての違いがあるのかないのかだったりとか、あなたがこんな結婚生活したいとか、こんな結婚したい、自分は結婚したいんだっていう思いがあるんだったら、お相手に同じようなものを持っているのかどうかっていうところで見てもいいかもしれません。で、約束のカードが入っています。多分2番さんは6ヶ月以内にお付き合いされる方多いと思います。もしくはね、控えめに言ってもデートできるとかね、お相手と
遊べるとかっていう流れが良くなっていくようなイメージが6ヶ月間あるんですね。ただやっぱりこの5ヶ月目6ヶ月目のあたりでこうね、自分自身についてどうだったんだろう、良かったのかなって振り返るようなことが出てくるんですね。はい、なのでその時に先ほど言ったこのお魚のメッセージっていうのを思い出してみてください。はい、そして3番、船のカードです。船は舵を切りながら流れに乗っていくっていうようなカードなので、進んでいきましょうっていうことですね。あなたの中でも流れが止まる時っていうのが何回か2回ぐらいかな出てくるんですけど、その時もね、船って海の上にいて止まってる時もあるじゃないですか。あえて前に進まずに停滞してる時、ありますよね。で停滞して天候を見たりとかするから止まったりしてまた動いたりとかしていきます。総合的に言えば船は進んでいくんですけど、止まる時もあるんですよ。なのであなたも立ち止まる時は止まっても大丈夫です。止まった方が安定する時もありますしね、嵐が過ぎ去るまで止まっていようってなるのかもしれないし、ゆっくりと休むために今晩は進みを止めて止まっておこうって思うかもしれないしね。そのような感じで自分自身をうまくコントロールしていくためにも、進むだけが全てじゃないので、たまには止まってもいいよっていうような意味で入ってくるかなと思います。はい、このように出てきました。そして止まった時はゆっくりと癒したり体力回復したりしながらも頭をクリアにしていくことっていうのを意識してみてください。そしてじゃあ次進んでいこうって、このように舵取りをして先に進もうっていうような決断をするために止まるっていうことですね。エネルギーチャージするために止まるんだよっていうことです。はい、ということでこのメッセージももらってきます。あとは、タロットカードからまたねアドバイスもらっていきましょう。特に5ヶ月目6ヶ月目立ち止まった時にはどんな風に接していけばいいのか。ワンドの8、ワンドの8は物事が急激に変わったりとかね、好転していくっていうような意味もあるんですが、慌ただしく変わっていくのかもしれません。何かが過ぎたと思ったらまたやってきてっていう感じで、出会いで言えばだからたくさんの出会いがあるとかご縁が出てくるっていう可能性がありますよね。出会いで言えば。ただアドバイスとして今回もらっていきたいので、中にはあなたの中でねコントロール効かないようなこともやっぱり出てくるかもっていうのが出てくるな。この船と同じようにね、時にはね自分は進みたいと思ってるんだけど、嵐が来たからちょっとねしっかりと守りの体制に入ろうって思ったりとか、晴れてるから自分の思うように進めるぞっていう時もあるし、または自分が進んでいきたい気持ちがあっても一緒に乗ってる船乗りさん、船員の仲間たちが体調を崩してる人がいるからちょっと休んでから行こうかっていうような時もあるだろうし、その時々の状況に合わせて臨機応変に対応していくっていうこともアドバイスとして入ってきています。ただ6ヶ月間ね、いろいろ波というか慌ただしさというか動きは出てくると思います。何にもない6ヶ月というよりは何かしらあちこち勃発するような6ヶ月になるんじゃないかなと思いますね。その中でお相手と向き合っていけるようなことだったり、あなたにとってこれがあれば安心だって思えるようなことをしっかりと心の中に受け止めておくこと。特に迷ってる時ほどこれがあるから私大丈夫なんだって思えるようなことを何かね持っておくといいと思います。はい、このようなアドバイスも出てきました。ではお選びいただいたオラクルカードからメッセージをもらっていきます。こちらのカードは大天使ミカエルのカードです。もう天使からのメッセージ、信託としてお受け取りください。私は明るくとはであります。無限の愛に満ちており、私たちはいつもいつまでも一緒にいます。あなたを守護してくれる存在、大天使ミカエル様からのメッセージです。
はい、あなたに寄り添ってくれる守護の存在がいるというふうにお受け取りいただいてもいいですし、はい、何があってもね、あなたの心に寄り添ってくれるもう天使の存在がいるんだってことも伝えてきてくれてるし、あとはその何があってもね、あなたに寄り添っていきたい、いつもいつまでも一緒にいたいんだっていう風にね、ペンタクルの10が何枚か出てきていましたよね。だから生涯ね、誓い合えるようなご縁、出会い、またはお付き合いっていうのがこの6ヶ月以内にはあなたが感じられるんじゃないかなというのも出てきています。ずっと一緒にいるよって言ってくれるような方が現れると思います。はい。でもうすでに交際されているっていう方は結婚っていうことを視野に入れてこれから進まれていくのかもしれません。このあたりも参考にしてください。今回はモテ人来たり、出会いをメインに今から半年間あなたにアプローチをしてくる人はいますかということで見ていきました。これからもリーディング動画を投稿していきますので、高評価やコメント、そしてチャンネル登録をよろしくお願いします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。最後までご覧いただきありがとうございました。それでは3番をお選びいただいた方のリーディングを行っていきます。今回のテーマは、モテ人来たり。今から半年間、私にアプローチしてくる人はいますか？出会いをメインにアプローチしてくる方の相手の動きっていうのを見ていきます。よろしくお願いします。で、半年間の流れなので、もう恋愛総合的に見ていただいてもいいですし、出会いをメインとして見ていただいてもいいですし、中には新しいご縁がないっていう方も出てくるかもしれない。で、あとは今までの交際されている方やご縁のある方との発展っていう可能性もあります。新しい出会いメインで見ていきますのでよろしくお願いします。では半年間の出会い運というか、恋愛総合運で見ていきましょう。1ヶ月おきにカードを出していきます。はい、まずはこの6枚を出していって、あとは、アプローチ受ける側があなたですからね。はい、どんなアプローチがあるのか、またはないのか、そこのあたりを見ていきましょう。まずは、シャッフルしていきます。で、これを見た瞬間がタイミングですので、いつ見ても大丈夫です。見たタイミングから1ヶ月以内、2ヶ月以内、3ヶ月以内という形でカウントしてください。はい、ではアプローチ。どんなアプローチがあるのか。はい、タロットカードはすべて正位置採用です。で、あとはまた同じタロットカードをもう一度切り直して、今度はこのあなたの動きというか、その時期のあなたの心境、状況だったり、恋愛体制整ってるよなのか、もしくはね、いや今ちょっと休みたいとか疲れてるっていう可能性で出てくるかもしれないので、あなたの動きというかね、受け取り方とかそのようなところも見ていきます。でもちろんアドバイスカードもつけていきますね。はい。では、ここでもらっていきましょう。ごめんなさい。ちょっと風からの病み上がりなので、鼻声に聞こえていたら申し訳ありません。1ヶ月目、2ヶ月目、3ヶ月目、4、5、6なので、まず1ヶ月目から見ていきましょう。まず出会いや恋愛そのものというのは、ペンタクルスのクイーン。
いや、いいですね。そして相手の動きっていうのがこちらなので、相手の動き、ワードのページ、いいですね。はい。そしてあなたのその心境、お気持ちってところでカップのページ。なるほど。うん。これは絶対こうだっていうわけじゃないんですけど、あなたとお相手の、例えばね、知り合ってからまだ間もないとか、そこまでね、年数かけて長いお付き合いしていない、もしくはあなたとお相手が同い年ぐらいの方っていうのが入ってきます。もしくは、そうだな、同じ価値観っていうわけじゃないんだけど、時には喧嘩したりとか仲良かったりとか、なんかねそんな感じがしますね。気兼ねなく何でも言い合えるような関係性かもしれないし、一方ではお友達のようなね、そのような感じかもしれないし、性別問わずね、性別の枠を超えてもうお友達付き合いがあるとかかもしれませんね。なんかこのあたりね、あなたとお相手、時には喧嘩したりとか喧嘩というか、小さなことなんですけどねがあるかもしれないんだけど、すぐ仲直りしたりとかね、そんなような感じもする。同じ目標を持って取り組んでるかもしれない。同じ目標っていうのは必ずしも同じゴールじゃないんだけど、例えばね、私仕事で今ボーナス上げるために頑張ってるんだとか、昇給頑張ってる、来年の春ぐらいまでにはこれやっとこうかなって思ってる。私もちょうど来年の春ぐらいに資格1個取ろうと思ってるんだよねとか、じゃあお互いなんか春に向けて頑張ろうそれぞれみたいな感じで励まし合ってるような感じもするし、刺激し合ってるような感じなんですよね。お互い刺激し合いながら、時には喧嘩もしつつ成長していってるような関係性っていうのが出てきているし、このお相手があなたのことやっぱり好きなんですよね。いろいろ口ではねいろいろあるけど言うけど、なんだかんだ言ってあなたのこと大切に思ってるよっていうところが出てきています。なので新しく出会った方がもしこの1ヶ月以内にいたとしても、意気投合するのが早いとかね、でもこの並びを見ていると、どちらかというともうすでに知り合っている方の中にあなたのことを好きだとかアプローチしてくる方がいるんじゃないかなと思います。どちらかというと、先ほど言ったみたいにお互い刺激し合って伸びていくようなお互いの関係性っていうのが出てきています。年齢も同じぐらいかなと思います。はい、どうだろう。最初はねお相手の方が年下なのかなって思ったんですけど、完全にその可能性も捨てきれなくはないんですが、年齢っていうのはね、私のリーディングでは可能性の一つなので、絶対こうっていうのはあまりとらわれないようにしてるので、そこはいいでしょうということで、そして2ヶ月目がカップの3番です。このあたりっていうのはなんか楽しいことがありそうです。2人でデートするというよりはみんなで遊ぶっていうようなイメージがあります。みんなで出かけるとか集合するとかね、そういうようなイメージ。そこでどんなアプローチがあるのかないのか、ドン。ソードの8だから動きがなさそうな感じがします。はい、みんなで遊ぶから2人きりになれないとか、そんな感じ。あなたの方はどうでしょう。ペンタクルのクイーン。ちょっと待ってくださいね。少しお時間をください。これあれですね、あなたの方かお相手の方か、共通してそうかもしれないけど、仲間同士とか人が集まって集合して飲み会したりとか、団体で動いたりするので、二人きりになれないっていうところが出てくるかな。ただあなたはちゃんと気持ち受け取ってるよとか、愛情を受け取ってるよっていうところが出てきてる。私なんか好かれてるとか愛されてるっていうような実感があるから安定してるんですよね。気持ちがぐらついていないんです。でも自分からじゃあアプローチしていくのかって言ったらそうじゃないんですよね。ただアプローチしてくる側っていうのはあんまり動けていないんです。
ただあなたの気持ちは安定してるので、ちょっとねここ噛み合ってないんですよ。またもちろんね先のカードも見ていきながら考えたいんですけど、ここ今考えられるのは、お友達の枠から超えていなくて、このアプローチする側がね、つまりあなたのことを好きだって思ってる人ですよね。で、あなたはあなたで他に大切な存在がいるとかなのかなと思いました。楽しい、一緒にいて楽しかったり、友達としてお付き合いする分には申し分ないんだけど、じゃあ恋愛関係としてあなたが捉えていない可能性があるのかなっていうのも少しだけ入ってきます。なので、この後のね展開も見ていきましょう。出会いで見てるとするんだったら、飲み会とか集まりとかで出会いという可能性はありそうなんだけど、じゃあその出会った後に相手の方があなたにアプローチしてくるのかって言ったら、動けないっていうのがあるので、なんかこうセーブしてるような感じだから、目立ったようなアプローチっていうのは2ヶ月目なさそうです。ただでもあなたは別にアプローチ受けなくても、私なんか満たされてるとか安定してるわっていうところが出ているので、なのでもしかしたらこの方、あなたのなんていうのかな、ゾーンの中に入ってこないような方なのかもしれません。はい。なので1ヶ月目と2ヶ月目とまた違う人なのかもしれないし、もしくはねあなたがお友達だと思ってる人で、そこから先はないのかなって自分の中で思ってるんじゃないかなと思います。はい。では次、3ヶ月目です。3ヶ月目、出会いとしてペンタクルのページ。はい。一部の方では、あなた自身が今お仕事頑張らなきゃとか、あとご家庭を持たれてる方もいるかもしれないんですけど、パートナーがいるとかね、いるかもしれないんですけど、なんていうのかな、新しい出会いとかっていうよりは、私他に大切なものありますのでみたいな気持ちになってるような感じなんですよね。もしくはじっくりと育んでいきたいんですっていうようなところもあるのかなと思うんです。どちらかというと、なんかね、恋愛にうつつを抜かしてるわけにはいかないわみたいなことを言ってそうな感じで、私今仕事、夢、目標とか叶えたいことあるのよみたいな感じで、今このアプローチしてくる人が眼中にないと言ったらこの方に申し訳ないんですけど、なんかアプローチ受けたりとか新しい出会いも確かに嬉しいんだけど、他に大切なことあるのっていう風に感じます。でもね、また流れが変わるのでどうでしょう。アプローチしてくる側としてタワーか、そしてこの時のあなたの状態としてはワンドの3番。他に好きな人がいる、もしくは他に集中したいことがあって、このアプローチする人とはまた違う人なんじゃないですかね。あなたが大切だと思ってる人は。そしてこの方、告白、アプローチしないまま撃沈しそうな感じもするんですよね。この後の流れも見ていって、もしかしたらここ深掘りするかもしれないんですけど、私他に目がいってますっていうような感じでこの辺り入ってきます。では次、4ヶ月目見てみましょう。ね、今回その出会いだったり、アプローチ、あなたのこと好きだって言ってアプローチしてくる人について見てるので、自分の好きな人とは限らないですよね。カップの8、もう私次へ行きますんでっていう感じで、もう次へ行ってるあなたの様子っていうのが見えてるんですよね。なんかもうね、他のこと考えていたり、他のこと見ているっていうのがずっと伝わってきています。そして相手からのアプローチとしてはワードの4番、そしてあなたはソードのエース。ソードのエースっていうのはその新しい始まりっていうのも表してるんですけど、それはでもあなたが決めて自分で動いたから始まっていくんだよっていうことですね。自分で切り開いていったりとかっていうところも出てきているので、どうかな、なんかここもね、切り替えなんですよ。気持ちのスイッチが切り替わるというか、ね、私はもう次へ行きますよっていうところがあるので、どちらかというと今じゃなくて先を見ていたりとか、この人じゃなくて他の人を見ているとか、そのようなイメージが入ってくるんですね。はい。で、ただこの
4ヶ月目アプローチしてくる人のどんな動きなのかって言ったら、あなたにあなたのことを応援してくれるというかね、癒しや優しさとかそのようなものを見せてくれる。だからぐいぐいアプローチしてくるとか、逆に何もしないとかじゃなくて、寄り添ってくれてる、気がつけばそこにいる人みたいな感じで、あったかい人みたいな、タンポポのような感じでここにいるよみたいな、ガツガツはしていないんだけど、寄り添ってくれてるような、温かいような感じでアプローチされてくるのかなと思います。ただここね、タワーがあるので、アプローチしている側の目線で言ったら、3ヶ月目あなたは脈なしなのかなってこの方の中で思ったりとか、何かしらアプローチできない、どうしよう、思い通りいかないことからなんかがね変わっちゃうような感じもするし、4ヶ月目あなたはなんか先に行っちゃうような、そういう風にね見えてるし、先に行っちゃうんだけど、でも応援するよってことが出てきてるから、好きなんだけど、今あなたが例えば他に好きな人がいるとか、他に今叶えたいことがあるとか、仕事やんなきゃとか、そういうあなたの今やりたいことについて応援するっていうような感じですね。そしてあなたも決めたっていう風に思ってるので、何をっていうところもあるんですけど、5ヶ月目見ていきましょう。5ヶ月目ソードの5番、そうですね、なんか気合い入れなきゃなっていう感じで入ってきています。なのでこの時期にもし新しい出会いがもしねあるとするんだったら、そこはライバルの存在がいたりとか、パートナーの存在がいたりとか、ちょっと人間関係ね複雑な感じっていうのがあります。どうかな、他のカードも見てみましょう。カップの2番、アプローチはカップの2番か。あなたの方はジャッジメント。なるほどね。決めて旅立ったんだけど、やっぱり戻ってきたいって思うのか。でもね、カップの2番出してるんですよ。一つ可能性としては、何があってもずっと自分の気持ちをセーブしていきながら、あなたのことだけを思い続けてますよっていう人が変わらずいるのか、もう一つはここでバチッとあなたのことを一目惚れしましたみたいな感じで熱い情熱を掲げてくれる人がいきなり現れるのか。ただそれは過去にもご縁のあった人かもしれないし、昔の同級生だったりとかね、再会することによってバチッとお互い恋心に火がつく方なのかもしれない。特にこっちがねかもしれないし、相手の方としてはあなたしか見ていないよっていう感じで入ってくるので、お友達モードからガラッとねいきなりなんていうのかな、恋愛モードに切り替わってくるような感じがします。ただあなたとしては審判のカードね、これ別に復活とか再チャレンジだけじゃなくて、自分自身であなたが決めるっていうこともそうなんですよね。何かを決める、結果を出すとかねっていうことも出てきてるんです。そういう意味もあるので、どうでしょうね。そうだな、ここも決断のカードが入ってるし、自分自身の中で何か決めるのかもしれない。思いがけないことに対して対応していくってこともそうかもしれないので、なんかね噛み合っていかないような感じがするんですよ。この好きだって言ってくれてアプローチしてくれる人と、あなたの向いてる方向が違う、なんか噛み合っていかないような感じもするんですけど、6ヶ月目見ていきましょう。ペンタクル7、でアプローチする側としてはエンプレス。なんかゾッコンっていうのが入ってくるな。ゾッコンか。長くずっと慕っていますっていう人もいるだろうし、なんかこの5ヶ月目あたり、4、5あたりでいきなりね、3ヶ月目もそうかもしれないけどな、衝撃の走るような出会いをするのかもしれないんだけど、いやーでもこっちのねアプローチする側の目線で言えば、
衝撃的な出会いから一目惚れしましたっていうような感じもするし、お友達のような関係性でね、ずっと応援してるよっていう感じからいきなり恋愛モードにガラッと切り替えてくる人もいるだろうし、続婚ですっていう方もいるので、何人かいる可能性もありますね。または一人の人が関係性を変えようと思っていろいろと奮闘されているような感じもします。で、あなたの方はソードの9。なるほど、なんかね、気持ち向けてもらって嬉しいんだけど、でもちょっと見直したい、関係性を見直したいっていうところのあなたのお気持ちが入ってきているので、やっぱり向いてる方向がちょっと合わないかなっていうのが2ヶ月目ぐらいからもう見えてきていて、一つはね、あなた自身が今出会いを求めていないとか、そうですね、もうこの人って決めた人がいて、その人としか恋愛成就したくないっていう感じで、他にアプローチしてくる人がいても好きな人じゃなかったら嬉しくないって思ってるのか、もしくは恋愛じゃなくて今自分は出会いがあったら嬉しいけど、どちらかというと今仕事モードなんですとか、自分の生活なんとかしたいんですとか、そっちの方に気持ち向いちゃってて、どこかでね、良いご縁があって発展していけばいいなっていう思いはあるんだけど、その思いがありながらも6ヶ月目までずっと自分はアプローチ受ける人がいたとしても、いやこの人じゃないんだよなって思うのか、なんかね、向いてる方向が違うなっていうのが出てきています。ちょっと見直したいなっていうのが5ヶ月目6ヶ月目ぐらいで入ってくるので、なんかこの人からアプローチ受けても他の人からいろいろ言われたりとかめんどくさいことになるぐらいだったら、いや別に恋愛関係にならなくてもいいかなとかっていうふうに思うような感じで入ってきています。どうでしょうか。このあたりもう少しね、タロットで出していこうかなと思います。そうですね。なんかね、好きになってくれる人がいるんですよ。あなたのことをめっちゃいいみたいな、もう自分の恋人にしたいみたいなことを思ってくれて、もうね、私だけの女神は君やみたいなことを思ってくれる人がいるんですけど、そこにあなたはなんていうのかな、心ときめかないというか、なんかそういう逆になんか思われても私違うところ見てるんでみたいな感じで入ってくるんですが、どうかなと思いますね。もうちょっとね、補足もらっていきましょう。ちょっと待ってくださいね。今飛んでったのがあるので、これちょっと1枚端にね寄せてもらって、ちょっと最後のねアドバイスとしてもらっていきましょう。今気になるのは、あなたが恋愛他に好きな人がいるのかどうかってことで、今あなたは他に好きな人がいますか？あなたが今一番大事にしているもの、ペンタクル5。好きな人がいるとしても、その人との恋愛成就は難しいんじゃないか。あなた自身が今そう感じているか、あとはもう恋愛していないっていう方も多いかもしれない。どっちかっていうと仕事うまくいっていなくてとか、生活安定させたくてとか、ね、転職活動してますとか、夢目標に向かって今そっちの方いっぱいなんです。恋愛は今お休みしていますって。もちろんね、いい出会いとかいいご縁があったら手繰り寄せていきたいとか育んでいきたい気持ちはあるけど、積極的にじゃあ求めていくのかって言ったら、今はそういうモードじゃないのかなっていうのが出てきていますね。恋愛で自分の生活が潤うわけじゃないのかなっていうようなお気持ちがちょっと出てるのかな、今現在。でもちろんね、このリーディングを見ていただいてるので、自分にアプローチしてくれる人がいたら嬉しいなっていうお気持ちもあるでしょうけど、なんかね、あなたがもし好きな人が今現在いるんだったら、アプローチしてくる人はこの好きな人じゃないみたい。なぜだったら、あなたがなんかね、嬉しいって思ってないから。このアプローチ受ければ受けるほど自分自身責めちゃったりとか苦しんじゃったりとか、
で、あなたの方がもしめっちゃ嬉しいっていうカードが出ていたら、相思相愛になるような可能性がぐんと高まるんだけど、ちょっと関係性について、あと距離感について自分見直したいんだよねっていう6ヶ月目なんですよね。今のままだと愛されてばかりですごく苦しいような、なんかこう束縛感を感じたりとかっていうような愛され方っていうのが出てくるので、そこについて見直したいっていうのが出てくるんですね。はい、ということでアドバイスカードルノルマンでもらっていく前に、ごめんなさい、イニシャルもらっていきましょう。あなたにアプローチしてくる人のイニシャル見ていきます。もし分かりやすくアプローチとして出してくるとするんだったら、5ヶ月目6ヶ月目のあたりでめちゃくちゃ分かりやすく出してくると思います。もちろん新しい出会いかもしれないし、ずっとねあなたのこと好きだって言ってる人かもしれないんですけど、はい、F が2枚目ですね。で A さん、はい、なのでアルファベットは F か A ですね。はい、そしてそうだな、そうですね、もうね心当たりがあるかもしれません。あなたの中で自分のこと好きだって言ってるのはあの人なんじゃないかみたいな、お友達の中にいるんじゃないかな、お友達のような関係性なんじゃないかなと思いますね。そうか、そうですね。あとこの方なんか割と自由人っていう感じがします。どんな意味で自由なのか、フリーランスなお仕事なのかもしれないし、あと性格的に自由な方だからあまり束縛し合いたくないとか、あと自分の気持ちを優先させていく方なのかもしれない。先のことを考えずにその時湧き上がってきた思いでパッと行動に移す、ある意味スピーディーなんだけど計画立ててやっていかないとそのうちねダメになることもあるよみたいなことを言いたくなるような人なのかもしれないしね。逆に自由奔放で天真爛漫で羨ましいなって思うところもあるかもしれない。はい、というのが出てきていますね。指先に特徴があるのかもしれません。指が綺麗というよりはどうかな、楽器奏でていたりとか、仕事で手を使うお仕事だったりとかっていう感じで入ってきます。あとはトランプから、6ヶ月間それぞれのラッキーナンバーをもらっていきます。ね、アプローチ受けるのは嬉しいんですよね。ただそれがなんかこう自分の中ではね、好きなお相手だったら嬉しいんだけど、なお嬉しいんだけどっていうところが3番さんはあるのかなとは思います。はい、ただそうですね、4ヶ月目で出会いとか恋愛そのものが切り替わるっていう感じで入ってくるので、なんかもうあなたの中ではもう次とか違う世界っていうのがもう3ヶ月目あたりからもうね次のこと見てますよっていうところが出てきてるので、ちょっとここでね噛み合わないかなっていう、アプローチしてくる人とあなたの何かしらのズレっていうのが感じますね。はい、では、ラッキーナンバーを見ていきましょう。はい、1ヶ月目は8です。そうですね、やっぱり物事が大きく動くとか、1ヶ月以内っていうところではその大きなアプローチっていうところは出てこないかもしれないですね。で5ヶ月ごめんなさい、2ヶ月目は5っていうのがラッキーナンバーですが、これを見てる限りだとあなたの方で心に鍵をかけてしまっているような感じ、心に鍵かけてるっていうか、このアプローチしてくる人に対してまだ心を開いていないっていうような感じで入ってきます。だからアプローチできないんですよね。なんかこう壁を感じるとかね、そんな感じで向こうの方が感じるみたいです。だからでもあなたの方はグラグラしていないので、他に大事なものや人がいるんじゃないかなって思います。3ヶ月目のラッキーナンバーは6です。
ね、なんかこう噛み合わないんじゃないかって言ってるのにラッキーナンバー出して何なのって思うかもしれないんですけど、でもね、その見方を変えていけば、めちゃくちゃあなたのことを愛してくれる人なんですよ。もうあなたしか見えないよっていう感じでドンって言ってくれる人なので、あなたがそれを受け取っていけばまた変わるかもしれないし、ただ苦しいなっていうカードも入ってるから、じゃあ見直していってより良い形にしていけるんだったら、これから6ヶ月以降先ね、変わっていく可能性もありますよね。はい、そして次、3ヶ月目は6っていうのがナンバーとして入っています。そして4ヶ月目は11、5ヶ月目は12、そして6ヶ月目は13というふうにね、ナンバーが入ってきていますので、この数字を参考にしてください。でもね、ただ6ヶ月目以降はもしかしたらね、変わる可能性があります。そうですね、なんかね、応援してるよっていう感じで入ってくるので、だから見方によってはね、変わる可能性もあります。あなたが今やろうとしていることあるんだったらね、仕事や生活において何かやろうとしていることがあるんだったら、それをずっと応援してくれてる人だと思います。そしてあなた自身もやっぱりね、より良くしていこうとか、何回もチャレンジしていこう、諦めずに頑張っていこうとかっていうお気持ちをずっと応援してくれてるのかもしれないですね。愛してくれてるんだけど、で、今はその愛情に応えられないんだけど、ちょっとね、自分自身の今負っている疲れとか苦しみから抜けていったりとか、回復していけばまた見直していこうかなってあなたが思えるかもしれません。なのでこれから先っていうのは大きく変わる可能性があるかなと思います。かなり愛されるんですよね。6ヶ月目、その愛を受け取るかどうかってことで、あなたがもしかしたらね、悩むのかもしれません。ちょっと関係性についてじっくり考えたいなって思うのかも。今どちらかというと恋愛モードというよりは、自分自身の生活だったり、まず安定させたいものがあるのかなっていうふうには見えます。ではアドバイスカード、レノルマンカードから3枚もらっていきます。で、先ほど出た、タロットからももらっていきますね。はい、この3枚からもらっていきます。では見ていきましょう。ただね、存在感が強い方ですよね。アプローチしてくる方っていうのは、リーダー的な立場にいらっしゃる方かもしれません。中には。ただすごく個性的な方ですよね。29番、ハートのがいや、すっごくいいカードがいっぱい入ってきてますね。29番淑女、あなたを表すカード。24番真実の愛、表すハートのカード。25番結婚、指輪ですね。指輪、リングのカード、アドバイスで入ってきています。ただ、今までのね流れずっと見ていて、どんな風に何を手繰り寄せていって何を育んでいってっていうね、よくよく見て決めた方がいいかもしれません。確かにすごく強い愛情を向けられると思います。アプローチしてくる人がいます。もうあなたしかいませんっていうぐらいの勢いで、なんかね、僕は死にませんみたいな感じの勢いでアタックしてくる人がいるんですけど、じゃああなたはその人に対してどう思うのか、気持ちが動いていくのか、ね、動くかもしれないですよね。今はね、他のこと考えているんだけど、そんなにたくさん愛情を向けられて気がついたら好きになっているかもしれないし、ただ答えはあなたの中に眠っているよっていうような感じで、あなた軸なんですよね。自分軸を、持っておいてくださいねって。この6ヶ月目のあたりっていうのは、ソードの9です。あなたの中でそうですね、いろんな悩み事とかが出てきたり、心配事っていうのが出てくるんですね。
自分で自分を責めちゃうような、いろいろ尽くしてみた。自分もね、最善の策を尽くしてみたんだけど、うまくいかなかったんじゃないかなって、自分が悪いんじゃないかって責めちゃうようなカードなんです。だからいろんな広い意味でね、捉えてくださいね。お相手からの強い愛をどのように受け入れていくのか見直そうねっていうペンタクル7番も入ってるので、より良いものにしていくために、あなたが望むのであれば、あなたが見直しをかけて育んでいけるものもあるだろうし、あなたの愛がそこになければ2人の関係性っていうのは成立していかないので、もしこの時点であなたが他に好きな人がいるとか、すごく愛情を向けられているんだけど、この人じゃないね、今自分は違うところを見てるんだっていう時は、そっちを優先させてもいいんじゃないかなって思うんです。このね、絶対5ヶ月目6ヶ月目あたりで決断してっていうわけじゃないのでね、ただいろんなことを視野に入れていきながら、自分にとって例えば恋愛ってどうなんだろうっていうことを問われてる気がするんですね。もちろん結婚だけが全てじゃないんだけど、生涯の伴侶としてパートナーとして愛情を育んでいくんだったら、今自分に足りないものあるんじゃないかとか、自分に負い目を感じていませんか？恋愛したいなと思ってるけど、でも自分って過去にこういうことあったから恋愛できないのかなとか、前向きになれないとかっていうところあるんじゃないかなと思います。すごくいいカードが出てるんだけど、でもそれをあえてストップさせてるのはあなたなんじゃないんですかっていう感じで入ってきます。節制のカードが入ってきていました。節制っていうのは2つの異なるものが交わっていくっていうことも表しているんですよね。今この言葉でピンとくる方もいるのかなと思います。それは自分自身の中でもね、問いかけとしてあるかもしれないし、2つの異なるものが一体何を指しているのか、今ピンとくる方いるんじゃないかなと思いますね。じゃあそこに対してどういう風にしていけばいいんですかってアドバイスもうちょっともらいましょうか。なんかね、はっきりとどれか一つに絞らなきゃいけないとかっていうわけじゃないと思うんですね。もう少し気を楽にしても大丈夫です。自然に交わっていくものは交わっていくし、交わるべきものは交わうし、あなたの中で違うって思うんだったら違うんだろうし、あんまり身構える必要ないと思うので、自然体でいるのがいいんじゃないかと思うんです。恋愛にね、集中してやっていきたいんですっていう方もいるでしょうし、そうじゃない方もいるだろうし、長い目で見ても大丈夫よって、ソードのエース入ってきていますね。なんかね、やっぱり自分軸で物事を捉えて決めていくし、もちろんあなたはあまり揺れないというかね、かなり自分軸がはっきりしてるんじゃないかなと思うんです。いろんな愛情を向けられて確かに嬉しい、ありがとうって思うんだけど、私でも今こっち向いてるんでとか、目標あるんでとか、そういうことあるんじゃないかな。今あなたが進めたいことってあるんじゃないかなっていうのが出てきています。はい、特にそれが強く現れるのが4ヶ月目あたりですね。もう切り替わりっていうのがあるので、4ヶ月先あなたの中で大きな節目を迎える。例えば仕事で転勤になるとか、引っ越しするとか、自分のね、住居が変わるとか、なんかね、大きな切り替わりがあるのかもしれません。だからこそ恋愛に対して慎重になってるよっていう方もいるでしょうし、このアプローチしてくる方の愛情を受け入れてもいいしね、やっぱり違うって思うんだったら、見直してみてもね、やっぱり違うって思うんだったら、また自分は自分の向かいたいところに向かっていけばいいと思いますね。なんかね、距離感について悩むんじゃないかなと思うんですよ。なんかさっきも言ったかもしれないけど、この好きだって言ってくれる人との自分との関係性や距離感ってところで、どこまでっていうところでね、考えるかもしれないので、
その時はもう自然に身を任せてくださいねっていうアドバイスが入っていました。ただ恋愛してくれる人としてはね、すごくね一途な愛を向けてくれるので、そういう意味ではね、愛されてる実感っていうのはすごくあるんじゃないかなと思いました。それではお選びいただいたオラクルカードからアドバイスをもらっていきます。新しい地球っていうカードですね。あなたを悩ませる状況が今浄化されていきます。癒しの時間とポジティブ思考の始まりです。次に新しいことにチャレンジしたり、新しい友人との出会いもあります。はい、このように入っています。出会いがあるっていうのが出てきているので、恋愛関係にならなかったとしても、友人としての人脈が広がるようなことが出てくるでしょうって。新しいことが始まる。ネガティブからあなたが今浄化されて、今度からはね、癒しやポジティブな状況が出てきます。周りからもたらされるものもあると思います。特に4ヶ月目。あなたを愛してくれる人、もしくはアプローチ、いろんな意味でね、幅広い意味でアプローチしてくれる人、仲良くしたいって接近してくれる人が癒しの時間となってね、あなたが感じる、受け取るのかもしれません。はい、なんか応援してるよっていう風に出てきていました。今回は、モテ人を来たり、今から半年以内、私にアプローチをしてくる人はいますか？出会いにフォーカスを当てて、恋愛総合的な運勢としてアプローチしてくる方、どんな風に動いてくるかなっていうのを見ていきました。はい、ぜひ参考にしてください。これからもリーディング動画を投稿していきますので、高評価やコメント、そしてチャンネル登録をよろしくお願いします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。最後までご覧いただきありがとうございました。